にちは、ガジログです。今回は Amazon で購入することができるプリペイド式の SIM カード、つまり使い捨ての SIM カードになります。しかもですね、通話機能や SMS 機能を省いたデータ通信のみの使い捨ての SIM カードで、これはね、結構おすすめだなっていったものを集めてみましたので、ご紹介したいと思います。まず最初にご紹介します3商品に関しましては、その1年間の間に20ギガ使えるというものになります。そしてもう一つは、毎月1ギガ使えるもの、そして500メガ使えるものを選択しています。いずれもね、リーズナブルな価格になっていますので、あくまでもデータ通信ということでね、サブ的に使っていただけるのかなと思いますし、もしくは SIM カードが入るタブレットなどありましたらね、結構活用の幅が広がるのかなと思います。特に契約なしに使うことができますので、そのあたりがね、すごくいいんじゃないかなと思います。で、これから私がご紹介しますのは、いずれも Amazon でポチッと買って届いた SIM カードを設定して挿すだけで使えるというものになりますので、そのあたりね、使い勝手がいいのかなと思います。では早速本日も行ってみましょう。ちょっとね、前置きが長くなりましたけど、まず最初にご紹介したいのはこちらになります。カレンダー SIM365 日20ギガプラン、期間内使い切りプランとありますね。お値段が4980円となっています。このプランの特徴になりますけども、まずネットワーク回線が IIJ ドコモ回線と書いてありますけども、IIJ っていうのは MVNO 格安 SIM でね、結構聞いたことがあると思います。IIJ ミオとかね、聞いたことあると思いますけど、ドコモから借り受けた回線を IIJがさらに下ろしているということになります。で、先ほどご紹介しましたように、こちらのプランは365日1年間使うことができます。こちらに書いてありますけども、12ヶ月以内に開通手続きを行ってくださいとありますので、届いたパッケージを1年以内にまず開けてね、開通手続きを行ってくださいねということになります。そして SIM カードは標準、マイクロ SIM、ナノ SIM と3種類に全てに対応していますが、今現在ほとんどね、皆さんの端末はナノ SIM になってるんじゃないかなと思います。そしてこちらにしっかり書いてありますけど、初期費用、手続き費用、解約費用など別途一切費用がかかりませんよと書いてありますね。ということで、買い切り、使い捨てということで、本当にね、使い勝手がいいなと思います。とにかくね、20ギガの範囲であれば1年間使うことができますので、緊急事態などでサブとしてね、使うことができるのが強みなのかなと思います。逆にこちらの回線も障害で使えないっていうこともあるかと思いますけど、その場合はメインの方を使うってことになりますので、今お持ちの回線がドコモじゃない方が逆にいいのかなと思いますね。ドコモが大元になりますので、そちらが障害起きた時にはバックアップ回線としてね、役に立ちませんので、メインで楽天使ってる、au 使ってる、ソフトバンクという風な方にとってサブでドコモのこの IIJ 回線を持つのがいいのかなと思います。次にご紹介しますのはこちらですね。開通期限なしのプリペイド SIM20 ギガ365日ドコモ1年データ SIM という風にちょっと長い名前になりますが、プリペイド SIM.com というね、ブランドになります。お値段の方が4880円になっています。で、こちらも先ほどと同じようにドコモ MVNO IIJ 回線を使用ということで、先ほどのカレンダー SIM と同じ回線になっています。で、しかも親切にね、こんな説明も書いてありますが、海外通信事業者のネットワークを経由しないため Amazon プライムビデオや YouTube、TikTok、PayPay、DAZN、ポケモン GO などの日本 IP 認証アプリが使えますよと出ています。確かに海外通信事業者を経由する買い切り式のプリペイド SIM っていうのはあるんですけど、そういった場合はね、これ使うことができませんので、こういう風に書いてあるっていうのはね、親切ですね。で、ちなみに先ほどのカレンダー SIM の方も IIJ になっていますので、同様ということになります。これもですね、やはり1年間で20ギガ使うことができ、さらに365日使うことができます。ですので、先ほどと同じ条件になりますのでね、1年以内に20ギガ使いますよということになります。次にご紹介しますのはこちらのドコモ日本国内専用最大20ギガ利用可能と書いてある365日のプランSIM カードと書いてありますね。特にね、SIM カードの名称というのはないようですけども、お値段の方が4580円になっていますので、今3種類紹介した中では一番安くなっていますね。ですので、1ギガあたりの単価としては一番お安くなっています。で、こちらに関しましては、ドコモ回線のデータ専用と書いてありますので、特に IIJ とはね、記載していなかったので、ドコモから借り受けているのかなという感じになりますね。で、先ほどからお伝えしていますように、こちらも365日1年間使うことができ、さらにその間に最大20ギガ使うことができますよと出ています。お値段的に今ご紹介した中では一番お安くなっています。
では後半の3つに関しましてもご紹介したいと思います。こちらのブランドはプリペイド sim.com になりまして、お値段の方が4980円になっていますね。先ほどもねご紹介した会社になりますので、このドコモの MVNO 回線使用とありますので、おそらく IIJ じゃないかなと思われます。毎月1ギガの範囲で使うことができるというものになります。ですので MAX で使えばですね、1年間で12ギガ使えるということになります。ただこの使う使用量に関しましてコントロールできる方がおすすめかなと思います。あまりにもね毎月1ギガ以上2ギガ以上使うという方にとっては前半の3種類の中から選ぶことが必要だと思います。ただ毎月もうほとんどね1ギガ以内しか使わないっていう方、特に本当に少しのデータ容量になりますので、ほとんど普段は家で仕事をしているとかね Wi-Fi の環境下でしか使わないという方がこちらの SIM カードは使い勝手いいのかなと思います。そして注意事項になりますけども、有効期限がですねご注文月プラス11ヶ月と書いてありますので、例えば今月2022年の12月にこれを見ていただいているこの瞬間に購入した場合、2023年の11月30日まで使えるということになるわけですね。ですので購入したその月が1ヶ月目に当たっていますので、それから11ヶ月プラスされるということになりますので、あくまでもここに書いてあるように最大12ヶ月ということになります。そう考えますとね、月始めに買った方がいいのかなと思います。これご注文月って書いてありますので、届いた日が月始めということではありませんので、そこら辺はねご注意ください。ちなみにですけども、1ヶ月の間に 1GB 使ってしまった場合どうなるかっていうことなんですけども、その際はですね、ここに書いてありますが、毎月の通信容量を使い切った際は通信速度を最大 200kbps に制限しますと書いてあります。そして翌月1日から通常速度に戻るということになりますけど、最大 200kbps ってどんな感じなのかっていうことなんですが、初期 3G のスマートフォンという感じですね。昔の iPhone3G とかね 3GS とか使っていた方はわかると思いますが、その頃の通信速度ぐらいになります。それよりもちょっと遅いかなっていう感じでしょうかね。それでも Twitter とか LINE とかのメッセージあたりはね、多分この速度出てれば使えるのかなという感じはしますが、動画に関してはほぼ見ることができない通信速度になりますね。次にご紹介しますのは、先ほどもご紹介しましたカレンダー SIM のドコモ回線1年プリペイドのタイプになります。で、毎月1ギガ使うことができるものになりますね。お値段の方が4800円になります。ここに書いてありますけども、納品月から12ヶ月ご利用可能ですと書いてありますので、もし今日頼んでですね、通常発送が 2,3 週間ってなっていますので、例えば今頼めば来年1月に到着して1月が1ヶ月目に当たりますね。納品月になりますので、そこから12ヶ月間なりますので、来年1年間ということになりますね。そして最後にご紹介しますのは、同じくカレンダー SIM のドコモ回線の1年プリペイド版になりますね。月500メガのものになります。お値段の方が3780円になりますね。明らかに毎月1ギガ4800円のものより1000円ちょっと安くなっていますけど、もう500メガ以下しか使わないっていうことがはっきり分かっている方にとっては、もうこちらの方が全然いいのかなと思います。ほとんどね、外の通信回線につながらないっていう方にとっては最小容量になりますけど、こちらの SIM カードがいいのかなと思います。でもね、一応こういう月500メガまででいいよってことであればね、こういったものありますよってことでご紹介させていただきました。はい。というわけで今回 Amazon で購入することができるプリペイド式の SIM カードについてご紹介しましたが、いずれも1年間使えるものをまず揃えてみましたし、最初の前半はその1年間で 20GB まで使うことができますので、あくまでもデータ管理をしっかりしないとあっという間にね終わってしまうっていうこともありますし、意図せず Wi-Fi が切られていて YouTube とか見てしまっていたとかね、動画サービスをすごい見てしまったっていうと、あっという間にその 20GB 消化してしまう可能性がありますので、あくまでもメインは Wi-Fi のユーザーということになりますね。そして後半の月々使えるタイプに関しましてはね、これもやっぱりデータ管理しっかりしないとあっという間に1月1ギガ使ってしまうってこともありますのでね、使い勝手悪いってことにもなりかねませんので、データ管理するためのアプリっていうのは iPhone も Android 用にもアプリがデータ管理アプリっていうのが検索するとありますので、その辺もね使ってみるといいのかなと思います。そうしますとアプリの方が一定の容量になるとね、今月もここまで容量足しましたよというふうに教えてくれるものもありますのでね、合わせてご利用いただくといいのかなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよということは高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。